皆さんこんにちは、あおいです。はーい。今日は皆さんから募集した質問に50個答えていきたいと思います。で、前にインスタの質問ボックスで何か質問ありますかって募集したんですけど、その中から編集のみんながね、いろいろ選んでくれたので答えていきたいと思います。で、私はまだ何を選ばれてるかわからないので大丈夫かなって感じなんですけど、50個あるので、サクサクっと答えていきたいと思います。お願いします今年のトレンドカラーはいろいろあるんですけど、特にミントグリーンがトレンドカラーやかなって私は思います。ちなみに私も持ってるんですけど、一つあればトレンド感も出せるし、夏カラーな感じで可愛いのでいいと思います。コーデを選ぶときは私は一回全体のバランスを客観視するように意識してます。身長がね155センチで高いわけじゃないので、バランス命って感じなので、この日このトップスが着たいなって思うならそのトップスに合うボトムスを選んだりとか、あとはね首と手首と足首をどこか出してるとすごくスラッとして見えるので、その辺を意識したりとか、髪の毛のバランスとかを見るようにしてます。結婚願望はあります。30歳ぐらいまでできたらいいかなって感じですけど身長さっきも言ったんですけど155センチで、だいたい体重は40キロから41キロくらいです。髪の毛は今ね、これ今日美容院帰りなんですよ。めっちゃいい色じゃないこれで、巻いてるんで、これよりかは少し長いくらいなんで、ここくらいですね。今はここまでせっかく伸ばしたし、次着るときはバッサリ着たいなと思ってるんですけど、仕事的にもこの長い方が今はアレンジとかもできるので、この辺かな。長くてもこれぐらいかな。あとはもう身長が本当にバランス取れなくなってくるので、これよりちょっと伸ばすくらいですかねカラコンはつけないです。私コンタクトが先端恐怖症で入れれないのと目がめっちゃいいので、コンタクト類カラコンも含めて入れないです。美顔器は欲しいなって思うんですけど、メイクさんとかに相談したら、メイクをする機会が多いからそこでしてもらうから今はまだいいんじゃないって言われたので、自分自身は持ってないです。でも欲しいです。お父さん、お母さん、私、妹の4人家族です。私この仕事をするって決めてたわけじゃないけど、高校の時にじゃあ進路どうしようってなった時に迷ってたのは保育士さん。子供が大好きなので、保育士さんは一回やってみたいかな。はい。私すぐに寝れないタイプなんですよね。だから疲れるまで寝れなかったりするので、映画を見たりとか、もう目を疲れさせるか蒸気でホットアイマスク結構おすすめ。あれめちゃ目が温かくなってそのまま気づいたら寝れるのでやってみてください。はい。ドライヤーは前はダイソンのやつ使ってたんですけど、ちょっと調子悪くなっちゃってつかなくなっちゃったので、最近変えました。ホリスティックケアっていうサロンとかでも扱ってる、髪にいいドライヤーを使っております。ウォークインクローゼットがあるので、ウォークインクローゼットにはアウターとワンピース類とか、シャツとかをかけてて、結構大きいのでそれを全部かけてて、であとは T シャツとかはこういう引き出しタイプのものに入れてて、であとはラック、ハンガーラックみたいなの私2つあるので、それは最近よく着るものをハンガーラックにはかけてて、ボトムスとかは全部畳んでこう棚に置いてます。あとニットとかトレーナーとかも畳んでこう置いてるっていう感じかな。結構洋服が多いので、畳むものとかけるものでこう分けて収納してます。コスメのプレゼントはファンデーションとかそういうのだと肌に合う合わないがあると思うので、リップがおすすめです。でも普通のリップは、もちろん嬉しいと思うんですけど、今は結構いろんなブランドで名前を彫刻してくれたりとかっていうのがあるので、そういうの誕生日やし特別感もあるから、喜んでもらえるんじゃないかなと思うので、見てみてください。はい食べます。大好きです。ハンバーガーとかピザとか大好物なので、食べてしまいますね本当にポテトは細めが好きです。はい。じゃあ成人式の写真をこちらにどうぞ。
こんな感じでした。私は祖母のお下がりの、振り袖を着たんですけど、おばあちゃん、お母さんの妹、私で今年は妹が着る予定です。普段は、今日は美容院帰りなので巻いてる感じなんですけど、ストレートでこうヘアオイルをつけるだけが多いかな。で最近は髪の毛が伸びたので、ちょっとバランスをこう下ろしてても取れるように、こういう感じ、本当にこの巻いてもらったような感じで、ゆるい感じで巻いてることが多いかな。あとはバランスを取るときはお団子をすることが多いです。あとは仕事作業こう集中するときは髪の毛をもうくさっとお団子にしてる感じかな。そのパターンかも。お団子かストレートかちょっとゆる巻きかっていう感じが基本的に多いです。休日はこういう時期じゃなかった時とかは本当に毎回友達と会ったりっていう感じで、アクティブに私はお休みやけど引きこもるっていう感じではなかったんですけど、最近はこういう時期なので、お家でシェリーちゃんと遊んだりとか映画鑑賞したりとかしてます。もうこれは絶対に眉毛。はい、最近のお気に入りのアイスはハーゲンダッツのキャラメルホリック、数量限定限定発売だと思うので皆さんお早めに。スマホかキヤノンのカメラで撮ってます。アプリは使わないです。はい。松江区は18歳19歳ぐらいの時はしてたんですけど、私花粉症がひどくて目が痒くなるから外して、そこから外した方がいいかもみたいな感じになってやめました。トゥルトゥルになるグロスはディオールのグロスがおすすめかな。色がなしやったら、普通にマキシマイザーの01番やったかな、普通に色がないやつで、ちょっと色味つけたいならばリップオイルグローっていうのがおすすめです。朝起きるのは苦手です。低血圧やからだと思うんですけど、本当にベッドからすぐに出れないので、逆にコツを教えてください。お待ちしております。はい。行きたいところはいっぱいあるけど、めっちゃ悩むな。南国っぽいところもいいけど、美味しい食べ物が食べたいので、ちょっとすぐ行ける韓国に行きたいかな。日焼け止めはアリーを使ってます。顔も体も同じです。はい。仕事は楽しいです。毎日が本当に楽しいです。一生懸命なれるね。やっぱ自分の好きなことやから頑張ります。はい。仕事とか何も気にしなくていいってなったら、本当に1回だけブロンドヘアをやりたいです。金髪、綺麗な外国人さんの次元みたいな感じの金髪にしてみたいです。短く言うと、私もね自信があるわけじゃないんですけど、それを表に出さない、自信がないってことを表に出さないようにするようにしました。でもやっぱり自信って自分につけていく必要があるなと思ったので、みんなさ、できることとできないことってあるじゃないですか。でもそのできないことをできるようにするんじゃなくて、できることを一生懸命もっとずば抜けてできるようにする。そうすると自然と自信とか、私できるかもって思えるようになってきて、自分が苦手だな、できないなって思ってたことが少しずつチャレンジしやすくなったりとか、できるような意識に変わってくるかなって思ったので、私はとにかく自分が一生懸命できるなって思うことをやって、自信がないように見せないようにするようにしていくと、自然、自信がめっちゃあるわけじゃないけど、マイナスな風には思わなくなったので、そうするようにしています。はい。短くないか。私は洋服は結構直感で選ぶことが多くて、その後に自分と似たもの持ってないかなとか、このコーディネートこういう風に着れるかなとか、あとは身長問題とかウエスト問題とかがあるので、そういうのはその後って感じ。まずはビビビッとくる直感を大切にするようにしてます。人間になったらシェリーは女の子なので、一緒に美味しいものを食べて女の子の世間話をしたいです。この質問は普段からたくさんいただくんですけど、ありがとうございます。本当だったらこういうタイミングではなかったら今頃皆さんと会えてたかなっていうことがいろいろあるんですけど、やっぱり今こういう時期なので、ちょっと見てっていう感じですね。中止になったものもあるし、延期とか見てっていうものもあるので、詳しく決まり次第お知らせさせていただきます。
モチベーション、なんか特にこれがモチベーションだから頑張ってるみたいなのは意識はあんまりしてないけど、やっぱりこうフォロワーさんが応援してくださってる声とか、自分がやってみたいなと思ってた仕事をやれた時の達成感とか、そういうのはすごくあるので、そういうのやった時にもっとこう上に行きたいとか、もっとこういう仕事がしたい、もっとこういうことがやってみたいっていうのが、モチベーションになってるかな。はい、鮭と明太子唐揚げ。なんか都市伝説じゃないですけど、若い時からいいもの、高いものとかいいものを使ってると大人になった時に使うものがなくなるとか、なんかお肌がダメになるみたいな感じで、言われてるのってみんな一回は聞いたことあるかなって思うんですけど、実際そんなことはありませんっていう風に美容家の方だったりとか美容師を担当しているライターの方が、教えてくれました。私的には若いうちからいいものを使ってたら、その今の若い肌ってやっぱり、年齢いってからじゃそれを取り戻すことはできないので、キープをさせるってことは大切かなって思うので、私はメイクアップよりもスキンケアを背伸びするようにしてます。幸せな時いろいろあるんやけど、美味しいものを食べてる時かな。あとシェリーと遊んでる時。はいセブンイレブン、普通にご飯のやつが一番美味しい。はい、私は何してたでしょうかジャズバンド部でトランペットを吹いてました。こう見えて結構吹いてたんです。もう一回吹きたいな。はい、白 T にデニムには女性らしさをプラスするには、私は赤リップかな。サンダルとかで出すのもいいと思うんですけど、女性らしさってなると赤リップがいいと思います。はい、K-POP、特に TWICE に今はハマってます。新しい歌とかもう耳に残るからめっちゃ聴いてます。マスクは荒れちゃいますよね。なんか結構こうブツブツできたりするって聞くんですけど、私はこの辺が少し赤みが出ちゃうかなみたいな感じで、今はめっちゃこう顔全体には出てないんですけど、保湿をとにかくするようにしてます。気がついたらこう化粧水を塗ったりとか、あとはメイクをする前にたっぷり保湿をしてからベースとかも厚塗りにならないように、できるだけ肌に優しいものを使ったりとか、ファンデーションを塗らなくてもいいタイミングとかは塗らないようにして、お肌にとにかくあんまり負担がかからないようにしてます。一番よく使うバッグは今はロエベのハンモックかな。あれは結構夏で透明感、ブラウンで重たくなりすぎないのでよく使います。見たいですか？見たいくせにいくで。じゃーん、かわいいやろ。見て、シェリーちゃんです。ほらかわいいんです。はい、レモン、絶対にレモン。はい、なんかもともとちっちゃい時からメイクとかネイルとかそういうのが好きやったんですけど、実際にこうやり始めたのは中学生ぐらいからちょっと前やるけど、でも私肌が荒れちゃうことをずっと嫌がってて、でちゃんと始めたのは高校生ぐらいかな。はい、興味はずっとちっちゃい時からありました。1枚の写真のバランスもそうなんですけど、全体を見た時のバランスを一番意識してます。はい、ラーメンは豚骨醤油、ストレート麺固めが好きです。博多だなが好きですね。はい、ジェリー見たいですか？じゃあ皆さん可愛い画像動画どうぞ。可愛い、絶対今可愛いのが流れてるね。本当に毎日可愛くて癒しなんです。チェリーとの動画はまた出そうと思っているので、そちらを楽しみにしていてください。何もしない日は今まではなかったです。でもこの時期に入っておうち時間が増えて、何もしない日っていうのが作れるようになりました。そういう時は本当に何も考えずにアラームをかけずに、過ごして寝て食べてみたいな感じです。私は結果より経験っていう言葉がすごく大好きな言葉です。もちろん結果も大切なんですけど、その結果よりも前にこう頑張ってきた経緯とか、そういう、チャレンジするっていうこととか、そういう経験が大切かなと思っているので、私の大切にしている言葉です。はい、終わりました。50個ってなんか短いような長いようなって感じやな。はい、ということで今日は皆さんの質問に50個答えてみました。はい、
でインスタでね募集したんですけど、たくさんの質問ありがとうございましたで、答えきれなかったところはすみません。またインスタグラムとかで募集したいなと思っているので、その時はぜひ質問してください。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。これなんかすごくないこれ。ほら青いがさ頭ってさ手が動いたように見えるやろ。思わへん？餅つきみたいなったこれ。カン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 。止まらへんかな。止めていいだよ。止まれ。あ、止まったな一瞬。ほらって言われたのでいいと思います。長い。ちょっとどうしよう。はあ、どうしよう。長くなっちゃった。絶対取らんといてな。モニターでさ見えるかおもろいの。アップすぎるやろ。 OK これで